クリエイターに共通するなんか感覚みたいな。エレベーターで異世界に行く方法があるんだよ。これなんで言うの？もうしてみろよ。人間の想像力を超えてるのかも。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。じゃあ平山さんの方なんかハマってるものみたいなのありますか？怖いものが好きなんですよ。ちょっと嫌いだなって思って。なんで怖いもの好きが多いの？わかります。でもなんかその怖いもの好き実はこれでもう3人目じゃないですか。そう実は3人目なんですよ。クリエイターに共通するなんか感覚みたいな何かあったりするんですかねってちょっと気になりましたね今。最初怖いものが好きとかなかったんですけど、大学の時にニコニコ動画流行ったじゃないですか。でなんかそこでゲーム実況者のサイレントヒルを見たきっかけでクリーチャー怖いじゃないですか。でそのクリーチャーの造形がその人間の思いとかこう自発的な念みたいなのが具現化した怖いものになるっていうのに結構衝撃を受けて、なんか人間の思いとかってその深い念がそういう形になるっていうのが結構ホラーに近い感覚がして、でそこから結構好きになっててちょっとハマってったみたいな感じなんですけど、なんかアーティストの視点だよね。でハマっていってそういう作品ゲームとか映画を見るようになったみたいなこと？もうそこから結構ホラーを探し漁るようになってしまって。ホラーを探しやすい。やっぱホラーの話やん。なんか俺怖いものって言うからまだなんかまんじゅう怖いみたいな話もあるじゃん。なんかわかんないけど近所の犬が怖いとかそういうの可能性もあるかなと思ったけどやっぱホラーに行くんやって。でもそこから造形的見た目的なホラーっていうのから入ってて2チャンネルとかが流行ってた時になんか怖い話とかっていうオカルト的なのがよく投稿されだして、でそこから毎日見てたそうです。いや俺もね怖いの嫌いと言いながら実は俺もねあの時代見てたちょっと。あの頃何か知らないけど俺まだ今ほどさホラーに怯えてなくてまだちょっと耐性があって、また俺話題取って喋っちゃっていい？あの時にいくつかあったのが如月駅のやつ。映画にもなりましたね。そうあと一人かくれんぼ。僕知らない。知らない？一人かくれんぼ。知らないですか？有名なやつなんですね。有名。あとエレベーターで異世界行くやつ。あれもワクワクしながら見てて、ああいうの信じてないんだけど絶対やらへんと思ったよね。僕その中で全然乗れてないです。全然知らないですね。エレベーターで異世界に行く方法があるのよ。なんかね10階建てのビルじゃなきゃダメで、数字が10まで。ちょっとごめんこの数字は正確じゃないかもしれないけど、そういうふうにその数字が10まであるエレベーターでなんか押す順番があるのよ。でこの順番でこういうふうに行ったり上がったり下がったりして、そうするとなんかね5階かどこかで女の人が乗ってきますと、手順によると。だけどこれはこの世のものじゃないので話しかけちゃいけませんって言って、で何階に行くとその人が降りてってで最後にその10階か何かを押すとその階を越えてエレベーターが上がり続けますと。で到達したところでチーンってドアが開くとそこはもう異世界ですっていう。で踏み出したらもう帰ってこれません。そのままドアが閉まって下に降りれば戻れます。それが最後のチャンスですっていう。俺もその手順見て絶対やらんと思って。しっかり覚えてますよね。なんかすごいですね。すごい細かく覚えてる。まあちょっとねでも正確に覚えてないけど、調べたら多分ね手順が載ってると思うんで誰か試してでなんかさYouTube とか見ると試した動画とかってあるよね。結構なんかあるんですよね。結局いけないんですけど。まあだから
分からんよ。だって行っちゃったらね、はい、行った人はもう帰ってきてないんで、だからそういう人がいるかもしれないよね。そうですね、それはっていうね、もうそこはね俺ワクワクする。でも結構そっち系から入っていくんですけど、そしたらだんだんその現実にないことが起こるっていうなんかワクワク感みたいなのあるじゃないですか。でそこから結構心霊系を探すようになってって俺が一番嫌いなんですよ。嫌いなやつですよね。でなんか私たち人間が普通にいるこのなんか空間に違うものがいるかもしれないっていう自分としてはワクワク感になってしまって、でそこからワクワクするそれ。いやさ、怖いに俺2種類あると思っていて、その物理的な怖いと霊的な怖い、だからこっちの方はいわゆるゾンビとかで、こっちはその幽霊とかだよね。で俺こっちはね嫌いだけどなんかそんなに嫌悪感ないというか、バイオハザード作る時に三上さんにこれ見ろって言われてドーン・オブ・ザ・デッド見させられたんだけど、嫌だったけどゾンビでも籠城したらなんか生き残れるなっていうのでなんか妙なワクワク感はあるのよ。で俺も映画見ながらキッチン見てカップラーメンあるし、まあ1週間ぐらいはまあなんとかなるかで、寝る時も戸締まりしてれば絶対大丈夫だしっていうのでなんか妙なワクワク感があってゾンビもう危険見ろやあったんだけど、こっちですよ。この心霊がダメなのよ。ダメなんですね。ダメじゃんだって何がダメだってゾンビってまずその籠城したら大丈夫なのと、ゾンビの目的が分かるのよ。目的と俺がどうなるかが分かる。だからゾンビは俺を食いたいし、ガブってやられたらめちゃくちゃ痛いし死ぬっていう。でもこっちのさ目的分かんなくない？こっちはほらまず戸締まりが無駄じゃん。もう入ってきちゃってるから戸締まり無駄、かつ入ってきちゃってたら目的が分かんないじゃん。こうやってってうわってなってとか言っていてずっとそれよ。どうしたいんって実際会ったことはないですよね。ない。物理もね聞かないかもしれない。そうなんよ。追い払いもしないし、じゃあどっかもし連れてかれちゃったら貞子とかってテレビの中引っ張り込むんでしょ。連れてかれたらどうなるって分かんなくない？分かんない。痛いのか何なのか死ぬのか、それが怖いのよ。結構見たことないのにそういう話自体が存在してるっていうのがすごい興味深いというか、なんで生まれたんだろうこの存在はみたいなところから。それちょっとメタな感じでこれもぶっちゃけ言ってしまえば、俺人間の想像力かなと思っていて、生み出したのは、だから想像力とあと本能の怖さ、俺幽霊いないって信じてるけど暗いところは怖いっていうのは本能から来る怖さかなと思ってて、その人間の想像力が生んだ想像の産物かなとかって考えると、クリエイティブなところはすごいなって思ったりするんだよね。ちょっと外からの視点でね。そういうことじゃなくて、でも実際いろんな動画とかネットとかそういうことを喋ってる人とか見てるとやっぱ暗闇の中で女の人見たかもしれないとか手が出たかもしれない、こういう想像が浮かんだかもしれないっては思うんですけど、実際そういう写真が撮れちゃったりとか水がないとこに水が落ちちゃったりとかっていうなんか想像を超えることが出来事が起こってるのも結構動画で見たりしてて、ちょっとこれは人間の想像力を超えてるのかもしれないなっていう。それは本当に起こってるんですか？起こってるとうちは信じたい。なるほどね。根本的なところで俺基本的に半笑いで生きてるんだよね。薄笑いを浮かべて物事をいつも見てるから、
前に俺自分のチャンネルでもこうゴシップのニュースに対して一方的な視点だけで物事が語れないみたいな話の時も話したんだけど、こんな怪奇現象が起きたみたいなのをみたいなタイプの人と俺多分真逆のっていうまあ感覚としては分かります、小山君も絶対そっちだよね、はいまあ、でも僕実はお化け話ちょっと思うところがあるタイプなんですよ、さっき神谷さん全部想像でっておっしゃってたじゃないですか、まあ、僕実際身近な人で病気になったことがあって、でその病気になった時にちょっと脳がこう毒でやられたというか、それでちょっと意識朦朧みたいなことになってった時があったんですよ、でその時にその人が言ってたのが、その病院でこう寝てるんですけど天井に自分の名前が書いてあるって言ってたんですよ、なんかこれって結構ホラーで聞く話やなって思ったりとか、僕には全く見えないんですけど、その点滴のそのケースのところにキティちゃんの人形やったかな、が置いてあるみたいな、あと窓にスヌーピーの人形が置いてあるみたいなことを本気で言ってて、で本人はそこに完全に見えてて、で今も知り合い健康なんですけど、その時見てたものを覚えてるんですよ。その時のやつが幻覚だったっていうことも自分の中で認識はしてるんですけど、でも見えてたのは覚えてるっていうのがあって、なんかそういうものもあったりするのかなってちょっと思うっていう。なるほど、それだから霊的なっていうよりはなんかどっちかっていうと医学的な話だよね、なるほど、そういうちょっとアカデミックな解釈の話になっていくと、俺もなるほどとかってなっていくかな。確かにそのアカデミックっていうのとかイマジナリー想像力っていうのも、もちろん見ててそういうのをこれだろうなっていう感じたりはするんですけど、でもやっぱそれでも説明つかないことを目にしてしまった時に結構人知を超えたものにすごいワクワクを覚えてしまう。そうだ、じゃあ肝心なこと聞いてなかったけど、平山さんはそういうの自分で見たことは体験したことある？いや、それがあんまなくて。ないんかい。ないんですけど